こんにちは。整理収納アドバイザーの七尾明子です。今回は小さいお子さんが2人いらっしゃるワーキングマザーのお宅の片付け上手のお宅訪問ツアーをご紹介します。このチャンネルでは収納や片付けを中心とした暮らしに役立つ情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。まず今回のお宅の基本情報と各お部屋や作り付け収納のゾーニングについて見ていきます。今回お伺いしたのは2階建ての 3LDK の戸建てのお住まいに4歳、2歳の娘さん2人と4人家族でお住まいのお宅です。リビング周りには作り付けの収納がなく、1階の収納は玄関と階段下収納のみという間取りになっています。また、ママは週5日パートタイムでお仕事をされているため、普段のお買い物はネットでのまとめ買いが中心になっているそう。まずこちらはリビングです。まだお子さんが小さくいたずら盛りの年齢のため、収納家具はほとんど置かないようにされています。その代わりに活用されているのが玄関です。こちらに靴やお出かけグッズのほか、使用頻度が低めの小物類も収納されています。こちらは階段下収納です。天井が低くコンパクトなスペースですが、こちらに掃除機やストック品をまとめて収納されています。2階に3部屋あるお部屋のうち、こちらのお部屋はママと下の娘さんの寝室。こちらのお部屋はパパと上の娘さんの寝室としてお使いになっています。そして一番広いこちらのお部屋は将来子供部屋としてお使いになる予定で、現在はパパのリモートワーク部屋として使われているそう。今回はこれらの各スペースに加えてキッチン収納や洗面所収納についても詳しくチェックしていきます。まずはリビングです。戸建てのお住まいとしてはコンパクトなリビングながら、とてもすっきりしているこちらのリビング。お子さんのいたずら対策とお掃除のしやすさを考えて、リビングにはほとんど収納家具は置かず、物を厳選されています。ダイニングテーブルの上も置いてあるのはリモコンやティッシュのみで、とても広々とされています。こちらはリビングの一角にある3畳ほどの畳のスペース。こちらはお子さんたちが遊ぶ場所として使われています。おもちゃのキッチンを収納家具代わりに活用されていましたが、お子さんたちは平日保育園に行っていることもあり、お家で遊ぶ時間はそれほど長くないため、リビングに置くおもちゃは本当によく遊ぶものだけに厳選されています。ちなみにこちらの丸いボックスは蓋をつけてソファーテーブルとしても活用されているそうです。出窓にはぬいぐるみが2つ置かれていましたが、こちらも洗える小さいサイズのものを選ばれているそうです。高い位置にある出窓はお掃除グッズの収納場所としても活用されています。高い場所であればお子さんにいたずらされる心配もないので安心ですね。続いてはテレビ台です。こちらも収納を兼ねて置かれていて、左側2つの大きいボックスにはお子さんたちが翌日着る洋服や靴下、その日の夜に着るパジャマをセットされています。右側の小さいボックスにはお子さんのおむつ類を収納されていました。ちなみにテレビの裏は配線がごちゃつかないようケーブルボックスを活用。テレビ裏に固定できるタイプのボックスですっきり掃除もしやすい収納にされています。リビングの収納不足を補うために活用されていたのが玄関収納です。こちらも比較的コンパクトなスペースですが、靴だけでなく小物の収納にも上手に活用されています。こちらは下駄箱上段右側の収納ですが、こちらの上の段にはリビングに収納できない小物類を置かれていて、電池などの工具、使用頻度2軍くらいの文具、そしてゴミ袋のストックを収納されています。その下の段は保険証やお子さんの靴下、子供用のバッグ、マスクやティッシュのストック、そしてママのお出かけ用バッグが収納されています。またこちらの扉にはフックも付けられていて、こちらはコートやバッグをかけるのに使われているそうです。続いてこちらは上段左側の収納です。ここにはお子さんの上着や夏用のサンバイザーを収納されています。こちらはその下の下段左側の収納です。ここには住宅関係や取扱説明書などの書類、季節用品、住宅関係の備品、夏用の扇風機を収納。ちなみに季節用品の中にあったこちらのピンク色の箱は、実は中身はひな人形。玄関に飾れるコンパクトなひな人形だそうで、これなら置き場所にも困らないので便利ですね。
そしてこちらは下段右側です。ここにはご家族の靴を収納されています。靴は砂で汚れやすいため、ケースに乗せて収納して、汚れてもケースだけすぐに洗えるようにされているそう。大人の靴はご夫婦それぞれ1足ずつ下駄箱の下にも置けるようにされていて、よく履く靴は取り出しやすく収納されています。また、扉裏にもフックをつけて、折りたたみ傘や虫除けなどのスプレーを収納されていました。ちなみにリビング周りにちょい置きされやすい書類はタイムツリーというアプリを使ってデジタル保管をされているそう。プリント類だけでなくスケジュールも管理できるアプリなので、ご主人とも情報共有がしやすいのが便利なのだそうです。紙で残す書類はごく一部に厳選して2階に保管されているそうですが、必要な時にすぐ探せるよう人別にバインダーを作って管理されています。バインダーはそれぞれ細かくラベリングもされているので、これなら大事な書類もすぐに取り出せそうですね。続いてはキッチンです。ホワイトの色味で統一されていて、とてもすっきりしているこちらのキッチン。まずはシンク、コンロ側の収納からご紹介します。こちらはコンロ下引き出し上段です。調理器具がすっきり収納されていて使いやすそうなこちらの収納。お鍋やフライパンは取っ手が取れるタイプをお使いになっていて、フライパンスタンドに取り出しやすく立てて収納されています。引き出しの手前側にもフックをつけて、計量カップや鍋敷き、フライパンの持ち手を吊るして収納されています。コンロ下引き出し下段には土鍋や圧力鍋を収納。コンロ横の深い引き出しには洗剤類が収納されていますが、内側にある浅い引き出しは実は中身は空っぽ。その代わりによく使うキッチンツールはコンロ横に吊るして収納されています。この収納方法だと洗って水切りをした後にも吊るしながら乾かすことができるので便利なのだそうです。ちなみにコンロの奥には排気口カバーも設置されていて、これもお掃除がしやすく便利な工夫がされています。食洗機下の引き出しにはキッチン周りの消耗品を収納。こちらはシンク下の引き出し上段ですが、右側にはキッチン周りの掃除用品を収納されていて、深さがある引き出しなので下に蓋付きのケースを置いてスポンジなどの消耗品をこちらに収納されています。左側にはザルやボウル類をラックの上に取り出しやすく収納されていましたが、ラックの下は取り出しづらいためあえて物は置かずスペースを空けられています。そしてシンク下引き出し下段はケースですっきり仕切って調理器具を収納されていました。続いては背面収納です。こちらもホワイトの色味ですっきりした印象になっています。こちらは食器棚上段の真ん中の扉収納です。ここには食器を収納されていましたが、食器もホワイト系を中心に統一されていて、少ない枚数でも使い回しやすいようにされています。その右側にはコップ類を収納。さらに左側の収納にはお子さんのお食事グッズやキッチン雑貨などをケースを使って収納されています。続いて食器棚の下段引き出しです。1段目にはカトラリーや吊るして収納できない細かいキッチンツール、2段目には保存容器やお弁当グッズなどを収納。そして3段目は使い捨てのコップやストローなどと一緒に薬類も収納されています。薬はあまりお子さんに触られたくないものなので、ベビーゲートがあってお子さんが入ってこれないキッチンなら安心ですね。ちなみにキッチンには薬以外にもよく使う一軍の文具も出窓のカウンターを活用して取り出しやすく収納されています。続いて食器棚引き出しの4段目です。こちらは深さがあるため食品のストックをケースに立てて収納されています。朝食用のシリアルは麦茶用のポットを活用して収納されていました。炊飯器下の引き出しには調味料のストックやお茶類を収納。さらに引き出しの左側の扉収納には飲み物やお米のストックを収納されています。また食器棚の横にはゴミ箱用のラックを置かれていて、ラックの上のブレッドボックスには朝食用のフルーツなどを収納。ゴミ箱の上の隙間は無印良品の浅い引き出しを中身だけ取り出してトレイ代わりにして活用されていました。続いて冷蔵庫です。こちらもケースで仕切ってすっきり収納されています。実はこちらのお宅では冷蔵の食品は週1回くらいのペースでネットスーパーでまとめ買いされているそう。1回あたりに届く量もそれなりに多くなりますが、ケースで食品の種類ごとに分けて収納することで何をどのぐらい買うと冷蔵庫に入りきるかというのが分かりやすい収納にされています。
なお、こちらのお宅ではお買い物リストは冷蔵庫の横のホワイトボードで管理されているそう。ちゃんとメモしておけば買いすぎや買い忘れも防止できそうですね。また、平日の晩ご飯用に月1回お惣菜の定期便も利用されているそうですが、こちらは1ヶ月分が冷凍庫上段のトレイにぴったり収まる量になっています。それを1ヶ月かけて計画的に消費することで、まとめ買いをしても冷凍庫から溢れないようにされているそうです。ちなみに冷凍庫の下段もケースで仕切り、それぞれ生鮮品やアイス、ご飯などどこに何を入れるかちゃんと決めて管理されています。さらにこちらのお宅では朝食用のパンも月1回の定期便で購入されているそうですが、パンは冷蔵庫の横にミニサイズの冷凍庫を置いて、そちらに入るように調整されていました。続いては同じく1階にある洗面所です。戸建てのお住まいに多い収納少なめの構造になっているこちらの洗面所。洗面台の上には物が置けるスペースがほとんどないため、洗濯機の横にマグネット式のスタンドをつけて歯ブラシを立てたり、クリップ付きのフックを使って歯磨き粉を収納されています。またドライヤーも洗面台下の扉にフックで吊るされていました。こちらは鏡裏収納です。奥行きが浅めで収納スペースが限られる鏡裏ですが、置くものを厳選しつつコップを収納スタンドとして上手に活用しながら、細々した洗面周りの小物を収納されています。続いては洗面台下収納です。まずは右側の扉収納ですが、上段はちょっとしたくぼみのスペースを上手に使ってヘアアイロンを収納。下段は伸縮式のラックを使って空間を上下に仕切り、上のボックスには洗面周りのストック品をまとめて収納。そしてラックの下には小さいボックスと体重計を配置して、ボックスにはメイク用品のストックを収納されています。こちらはその左側の引き出しです。2段になっている引き出しの下段には大人が体を拭く用のタオルを収納。その上の引き出しには手拭き用のフェイスタオルやお掃除用の布巾を収納されています。さらにスペースが限られるため、洗濯機周りにもランドリーラックを置いて大人用のパジャマを収納。洗濯機の横にもマグネット式のケースをつけて洗濯用ネットや洗剤を収納されていたり、さらにそこにフックをつけて珪藻土マットを収納されていました。また収納だけでなくお掃除を楽にするための工夫も満載で、洗濯機のホースの上にはジッパーバッグをカットしたものをかぶせてほこりよけをされていたり、お風呂の入り口や浴槽の隙間にもテープを貼ってカビ予防をされているほか、洗面台の横の隙間にもカバーをつけられていて、ワーキングマザーらしいお掃除を楽にする工夫をたくさんされていました。続いては階段下収納です。天井が低くて斜めになっていて使いこなすのが難しいこちらのスペース。左側にはこういったキャスター式のワゴンを置いて、ティッシュペーパーやトイレットペーパー、お尻拭きのストックを収納されています。右側は掃除機の奥に3段のカラーボックスを置いていて、一番上の段はリビング周りで使う消耗品のストック、2段目にはお風呂で使う掃除用品のストック、そして3段目には洗濯用洗剤のストックを収納されています。こちらのお宅では食品と同じように日用品のストックも月1回 Amazon の定期便で購入されているそう。配送日の数日前に確認のメールが届くため、お家の在庫量を見て量を調節して収納から溢れないようにされているのだとか。まとめ買いを本当に上手に活用されていますね。では最後に2階の各お部屋についてもご紹介します。こちらはママと下の娘さんの寝室としてお使いの洋室1です。こちらのお部屋のクローゼットはママの洋服や雑貨類の収納スペースとしてお使いになっています。クローゼット上段のボックスにはアルバムなどの思い出品や季節物の布団を収納されていて、今は寒い時期なのでボックスが空っぽでしたが、夏場はここに冬用の掛け布団が入るそうです。クローゼット右側の衣装ケースには畳んで収納する洋服や替えの寝具を収納。そして左側にはカラーボックスを縦向きに置いてバッグや小物、書類を収納。先ほどご紹介した人別のバインダーはパパの分以外はこちらに収納されているそうです。ちなみに奥にもカラーボックスがありましたが、こちらは中身はほぼ空っぽだそうです。続いてはパパと上の娘さんの寝室としてお使いになっている洋室2です。パパはよく使うものは表で見えている方が便利なので、
使用頻度が高い小物や普段着る洋服はこちらのカラーボックスにまとめて収納されているそうです。こちらのお部屋のクローゼットには主にパパのものが収納されていて、ハンガーにかけたいお仕事用の服やアウター、季節外の服、バッグなどのほか、ママのクローゼットと同じようにオフシーズンのお布団は上段に収納されているそうです。そして最後は将来の子供部屋として考えていらっしゃる洋室3です。現在はこちらはパパのリモートワーク部屋としてお使いになっています。このお部屋にはこちらのお宅で一番大きい収納がついていましたが、中は物が少なくかなりゆとりがあります。階段上で高さのあるこちらのスペースには1階に置けないおむつやトイレットペーパーのストックを置かれています。その手前側にはママが一人暮らしをしていた時にキッチンで使っていた棚を置いて子供服を収納されています。棚の上にはお子さんたちの保育園用の普段着を収納。その下の蓋付きボックスにはオフシーズンの保育園着を収納されています。左側の扉収納には週末用の洋服やパジャマのストック。右側にはオフシーズンの週末用の服などが収納されていましたが、基本的にお下がりはストックせずにすぐ下ろされているそうで、子供服の量も最小限にされています。ちなみに棚の引き出しにはマジックやお名前スタンプを収納されていて、保育園用のおむつはここで名前を書いて記名済みのものをケースに収納されているそうです。クローゼットの上段にはボックスを置かれていましたが、ここにはお子さんがまだ年齢的に遊べないおもちゃや本を少量ストックされています。その他、今はお子さんが小さくて使っていないダイニングチェアなどが置かれていましたが、スペースの広さの割にはとてもゆとりがある使い方をされていました。では最後にこちらのお宅の収納のポイントについて私の視点から解説させていただきたいと思います。まず1つ目は収納家具を最小限に絞る工夫です。こちらのお宅はリビングに収納がない間取りでしたが、まだお子さんが小さいためいたずら防止のためリビングにはほとんど収納家具を置いていませんでした。その代わりに玄関収納の一部を小物収納に活用したり、キッチンの引き出しやお子さんが届かない出窓のカウンターを収納に活用されていました。また書類もできるだけデジタル保管にしてリビングに置かなくてもいいよう工夫されています。収納家具を増やさなくても物を最小限に絞ったり、今ある収納を活用することで使いやすい収納作りをされているのが印象的でした。そしてもう一つのポイントはまとめ買いしても物があふれないルール作りです。こちらのお宅ではママがお仕事をされていることもあり、食材やストック品はネットでまとめ買いをされています。ですがしっかり物の定位置を決めて適正量を把握されていることで、まとめ買いをしても物があふれないように調整されています。お子さんが小さかったりお仕事で忙しかったりするとネットで買い物をした方が便利な場合も多いですが、ちゃんと収納場所を確保して消費するペースも考えながら上手にお買い物できればすっきりしたお家がキープできるんだということを感じました。いかがでしたか？ワーキングマザーで小さいお子さんがいらっしゃるお宅でも散らからないためのヒントがたくさんありましたね。最後にこの動画を気に入ってくださった方はチャンネル登録とグッドボタンをぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。